今回のニコテック戦前フィールドノートはワールドロボットコングレス WRC の、会場に参りました。今日は、おじいさんと子供が無料日という土日はそういうところらしいので、すでにもう9時の会場からもういっぱいで人がいます。それはそれとして中身見に行きましょう。ワールドロボットコングレスは北京で行われている年に1回のロボット関係の会社をとりあえず全部集めようと、そういうイベントです。でユニツリーだったり、ブースターだったりの有名どころも出てるんですが、僕が興味を示しているのはとにかくモーターの類で、このニュースタート、全然知らないんですけど、なんか良さそうなギアドモーター出してますよね。なんかそういう聞いたことない新しいメーカーを見に行くのが一つすごく頼りではあります。ここもそうですね。多分このパビリオン全体がモーターのパビリオンらしくて、このモザイクとか日本でも有名なダーミャオ、ロボットアームとかロボットコンテストとかですごいよく使われているダーミャオとか、ダーミャオのブース僕見るの初めてなので、ちょっと細かめに相談したいところではありますね。いいですね、ダーミャオ。すごいさまざまな種類の QDD、DD モーターが並んでいます。ここあれですね、このルンタイロボットっていう会社はリニアドライブ出してますね。すごいいろんな種類のリニアドライブ、直線的な動きを生む、リニアドライブと、あと向こうがやっぱりモーター類ですね。この手のリニアドライブ、産業用ロボットにも使えるので、僕はどっちかっていうと人型ロボットよりこういう技術を使った新しいタイプの産業用ロボットみたいなところにすごい興味があります。ともあれ、はい、そうですね、この手の部品類が並んでいるのむちゃくちゃいいです。ベアリングの会社だ。いいですね。なんかこの手のこういう細かい工業用部品、もともと中国そんなに強い分野でもなくて、安いとすごい売れるんですけど、いいものは大体日本製だったんですよね。でもそういう中でなんていうか、人型ロボット言うても本当にいい部品固めないとちゃんと動かないので、中国の会社でもこういうマーケットが大きくなったことで、ベアリングやこのリニアドライブや他工業で使うような高品質な工業用部品がバカバカ出てくることはすごく意味があるかなと思っています。センサーですね。これも精妙な動きをしようと思ったら絶対必要なもので、かつ市場全体で決定版がないものです。で僕はこのメーカー見るの初めてで、こういう新しいトルクセンサー、トルクセンサーそのものは新しくないんだけど、こういう新しい会社が出てきて、それなりの市場がある、または資金調達に成功して継続的な開発ができる、そういうところはすごく意味があるなと思います。僕らが取引しているマイアクチュエーターとかもそうですけど、空車にすごく高精度なモーターやロボットの部品が集まっている繁盛の、本場というか上海と繁盛の真ん中辺ぐらいにある場所なんですよね。なので今のこの中国全体のとにかく人型ロボットをやるんだっていうブームの影響をすごく受けてる。でも一社一社はちゃんと黒字を出している、そういうところだと思います。そこが地方自治体としてブースを出し、別のパビリオンテントみたいなのが外にあります。外にこういうの出してる時点でなんかイベントの出店がすごく増えてることを感じます。ここは人型ロボットでブース丸ごと埋まってるみたいで、ブースターロボティクスのでかいブースがあるようですね。ここはマスコットですね。なんかこういう今中国こういう AI マスコットむちゃくちゃ流行ってますね。日本でいうと多分ラボットみたいなのが対抗馬で、それに対抗して、家にずっといてくれるといろいろ良いぞと。でどれぐらい良いかは正直こういうの買ってみないと分かんないですからね。ラボット値段はともかく壊れると楽ぐらいいいものらしくて、そういう良さをこの中国のロボットが発揮できるかどうかは正直よう分からんなというところではある。というかマネキンですね。でも人型が人型である最大のゆえんって、こういう人間が見た時に反応が大きく違うということなので、こうやってマネキンの方向性をすごい拡張すること自体はいいことな感じがします。これもそうですね。顔がすごいまともな人型。こっちもそうですね。顔にディスプレイが入ってる人型。これは
出来本先生のカメレオンフェイスの影響が伺える。すごい、これも多分オープンソースのデスクトップのローバーですごいスタックちゃんの影響が見られるいい感じの製品ではあります。そうですね、これは人型ロボじゃないんだけど、昔からそのどこで儲かるのか全然分からなかったこの手の行政が使うその不正治用とか緊急事態用のロボット、多分今のその人型ロボットの投資の影響からお金が回るようになってると思うんですよね。でこっちの方がもっと早い段階でその危ないところで物運ぶとか仕事にはなりそうなので、そうですね、そういう意味のこれだからあんまり見ないけど前からあったみたいなものは興味あります。作ってるロボットも一緒で、台車すごい良いのを作って一種類というかいくつかの種類にまとまる、そのラズベリーパイみたいにフォームファクター化するみたいなことはなくはないと思うんですよね。そういう意味で台車の会社興味ありますね。大きいエキシビジョンセンターの側に入っていきます。ここ自体であれですよね、その幕張メッセとかビッグサイトとかそういうサイズのものではあります。でこのロビーに並んでるのは来たブレインマシンインターフェースとか、ちょっとサイエンスと連動してるものが出てるのも面白いですね。これちょっとねデュアルアームで多分腕もこれでっかいからハーモニックドライブ入ってると思うんだけど、こういうその要は形が変わってるサンロボみたいなのの方が最終的な実装は早いと思うんですよね。でこういうのでトレーニングのやり方が AI ベースになって、インテグレーション、その実際に工場とかに入れるのが多少早くなるみたいなのが近い部分ではゴールだと思うんですよね。そういうところでそういう会社が出てきてる注目が見てるのはいいです。そうですね、やってることは要は AGV なんですけど、まあでもAGV すごい大事なポイントだし、まだ中国の AGV が世界中ですごい売れるみたいな状態にはなってないで、 AGV まだ例えば防水とか自動で危ないところが止まるから人と混ざって動けるとかやることいっぱいあるので、そういうところは突っ込みようがあるかなと思います。デックスマルですね、ブース出してますね。これもダーミャンを使ってすごいレゴブロックバラすのこれ、バラしてないのか積んでるのか、積んでるけどまあ一応動きまくる、勝手に軽いから動いちゃうものを使って止めてるから、こういうものをちゃんと学習ベースで止めて動かすの、それなりに大変だと思うんだけどやれてますね。ちゃんとグイッと入った、グイッと入った、グイッと入ったし動かして出してる、大したもんですね。これすごいですね。北京のデクスマルっていう会社のキュウリの皮を剥くデモなんですけど、もちろんキュウリのサイズある程度は揃えてあるけど完全に同じではないし、剥いてあるその完全に剥けてるわけではないけど、まあでもこういう生き物、しかも純粋に硬いわけでもない、そういうものをちゃんと両手を使ってピーラー持って人間の道具を使ってこうやって剥くの全然簡単ではないですね。やれてるだけ大したものです。もちろんなんかそのいいロボットアーム使ってるし、両方のロボットアームの先っちょに 3D カメラついてるし、上にも 3D カメラついてるし、であとやる前とやった後は人間のサポーターが道具片付けたりなんだりはしてて、その意味ですぐ仕事になるとかすぐわけじゃないんですけど、これちょっと前までだったらやることそのものがものすごい難しかったはずで、それをみんなが見てて、しかも触ろうと思えば横から触れる、そういう環境の中でやってるのは素晴らしいですね。同じ会社のこのレゴをゼロから作るデモもそうで、その置いてある最終的にこれができるわけですけど、ゆっくりゆっくりだけどそのブロック積んで一個一個積んで形にする、しかもこのブロックちゃんと押し込まないとできないので、どれが押し込んでるかどうかみたいなことまで判断しながら最初にここで持ってくる、そういうデモやるのまあ大したもんですね。北京のデクスマルっていうそのロボットがベースの会社です。我らがシーロスタジオ、今回は北京のロボストライドと一緒ですね。ロボストライド
もともとシャオミのモーターチームが確か抜けて作ったDD モーターの類をやっている、で正直日本での入手性あんまり良くないのでシードが流通してもらえるとそれはすごくありがたいですね。まあ、実際ロボットハンドを仕事で使おうと思った時にどうやってちゃんとして物を使うのかが結構課題で、まあ、人間と同じように5本指のしかもちゃんと何を持ってるかの検知ができる指があったらいいなという話はしてます。ただロボットハンド大体ロボット本体と同じぐらい値段が高いことが多くて、それは指に使われる関節がロボット全体の関節と数が同じぐらい、しかもちっちゃくしなきゃいけないしセンシングもしなきゃいけないというポイントによります。なので、まあ、いろんな会社がロボットハンドを出してて、ここもその投資が集まってる分野ではあります。ただこれ使った方がお得でその仕事にすぐ使えるみたいなところは正直まだできていないので、なので新しい開発がいろいろ行われることはすごく大事なポイントだとは思います。こうやっていろんなものがセンシングできて、でかつ重たいものが持てるみたいなことをアピールしてもらえるのはすごく自信が感じられていいですね。そうですね、頑丈じゃない、ドンガンから我らがダイレクトドライブテックモーター増えてますね、すごく。ハロー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 、ロングタイムノーシー、ロングタイムノーシー。对，里面的产品丰富一点 ，good good 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 good。あとこれもダイレクトドライブテックのディアブロとティータ、そしてモーターすごい数増えてますね。あれ P これ。これプランタリーギアじゃないかな。なんか国営とか大企業っぽい会社がたくさんあるのはさすが北京ですね。これ両方ともなんか北京の会社っぽくて、やってるのはサンロボに近いような製品ですよね。産業ロボに近いようなものってとにかく国産化してコスパ良くすれば十分利益出そうだし、それはなんか国営企業が頑張るポイントのような気がしますね。あれかな、アメリカのフィジカルインテリジェンスをウェブサイトから含めてすごいそっくりに作ってるっていうファイボットかな。実際に本物動いてるところ見るのは初めてな気がします。これはピンポンをやってるのかな、動くかな。やってる。ボールは再帰性反射材使ってるし、周りにモーショントラッカーは置いてあるけど、でも子供がちゃんと子供とやってるの偉いですね。あの子供多分どんな子供でもやれるわけではないのかな。いや、わけっぽいな。なんか代わりばんこでいろんな子供にやらせてるのすごいですね。それはすごいクオリティだ。そうですね、このピンポンの子ももちろんボールは再帰性反射材使ってるし、できてる時とできてない時とあるんだけど、でもそれでも普通に置いてあるロボットが普通にやる子供やさっきのおっさんなどといきなり初見でやらせてるのすごいですね。もちろんなんか一定範囲から外れるから全然跳ね返せないみたいなことはいっぱい起こるし、ラリーもあんまりちゃんと続かないんだけど、でもいきなりやらせてとりあえずちゃんとピンポンっぽいものになってるのは本当に大したものだと思います。だからどれぐらいちゃんとものになるのかよく分かんないけど、ロボットによる手術ですね。手術室環境がある程度一定化できるから、その意味では機械化に向いてるっちゃ向いてるところだとは思うんですよね。ただそこちょっと私危険がなさすぎて、どれぐらいやるとちゃんとお金ができるように取れるようになるのか全然分かんないです。これは北京周辺の製造業の塊ですね。でもともと車作ったらみたいな人たちがそのサプライチェーン使ってロボットも作ることができるようになってるよということで、そうやってどんどん新しい産業に古い産業が移転していくことで両方の産業をちゃんと伸ばそうみたいなことを国策としてやることそのものはすごいです。話題の、プルーも今セミヒューマノイドや犬型などを作って、でこれが、ある程度いろんな自立移動みたいなことができることで、これまでプルーが出てきてなかったような遠隔見守りとかそういうことをやろうとしています。めちゃくちゃいいですね。ロボット
ロボット麺調理、ちゃんと麺茹でるデポとかに麺茹でるデポとかがちゃんとロボット対応になってますね。グリッパーでちゃんとつかめるようになっている。材料もちゃんと一個一個ちゃんと分けられている。麺投入、麺が投入され、箱を多分ちゃんと規定の位置に置いて、で3分茹でるんですかね。湯がってこういう会社、ロボットアームそのものは多分他から買ってきてると思うんだけど、ちゃんとお店のオペレーションをロボットアームにできることにちゃんとなんていうか調整して、でかつ材料を細かく分けるとか、グリッパーでダボつかめるようにするとか、そうやってお店のオペレーションをちゃんとロボットに乗っけようとしてやって、でお店に入れて、で一応なんか宣伝文句をそのまま入れると数億回使われてますよみたいなことを言ってるので、それが実現できてるのは大したもんですね。はい、麺が入った。そしてスープは多分蛇口みたいなとこから出てくるのかな。いや、なんか具は人間が入れそう。具は人間が入れる。でも一応ちゃんとお店で食べ物がサーブできてるのは大したもんです。これもやってますね、ピンポン。やってて、このピンポンはうまい人がやってるのか、店員なのかその辺の人なのかよくわかんない。多分店員。交代しないし、毎回狙ってるところに出てる。でもそれでもできないよりはできてる方がすごい偉くはある。これは多分エンジン X のロボットボクシングだと思うんだけど、ボクシングやっぱ見やすいし、みんな関心あるから、全然通路が塞がって動けないぐらいと言いますね。反対側ではまたロボットがダンスみたいなやつやってますね。それはそれとしてちょっとね、向側に行きたいんだけど、青色は我らが安川だ。すごい安川ですね。産業用ロボット展示してる。素晴らしい。AI とビジョンで連動させて高速で物の仕分けをする、そういうロボット展示をしてますね。ついにイスラエル企業として独立したリアルセンス独立ブースは初めて見ます。ちゃんとリアルセンス独立会社になったから新製品がバカバカ出てくるようになるのかな。現状はとりあえず今ある製品と API とかプラットフォームのデモっぽいけど、新製品期待したいです。外資ブースもいっぱい出てますね。リアルテックもあるし、そのまま、NSK とか AMD とかロボティスなどのブースもあり、この辺に外資固まってそうですね。向こうにマクソンのブースも見えますね。もちろん外資もそれこそ中国のロボット多分半分よりたくさんは NVIDIA のチップ積んでるし、そういう形で外資の売り上げが伸びるところも各社見逃さないポイントではあるんでしょうね。ギガデバイスとかもいる。スイッチヘサイです。中国の車載ライダーのかなり大手のヘサイがいます。そしてその隣にはスイッチサイエンスでも扱っている 3D カメラのオルベックいます。いいですね、オルベック。これはアリババグループの、ロビーアントっていう、新しくできた会社で、今展示しているこのデモンストレーションは3つの別々のロボットのハードウェアによる別々のシナリオ。例えばこれは
工場の中でやるものを仕分けするっていうオペレーションで、こちらは同じく物を仕分けなんだけど、ベルトコンベヤーの内で荷物を分けるっていうデモで、こちらは薬局で薬を取り分けるというデモで、この3つの、デモについて1つの、VLA モデルで、実現してるっていうふうに言ってます。このアリババグループが自分たちで作った、VLA モデルは 6B のサイズで、この薬の仕分けやってるロボットと荷物の仕分け、ベルトコンベヤー仕事の仕分けをやってるロボットは、別々のハードウェアなんだけれども、どちらも AI の実行はローカルにジェットソンソアが置いてあって、そのジェットソンソアだけで行われている。でこちらの TIS ロボットの方の仕分けのロボットは、これはクラウドだそうです。でもそういう結構いろんな仕事ができる VLA モデルというのが出来上がってるのは偉い。この VLA はこれ名前が書いてあるリングボット VA バージョン 2.0、 そういう製品だそう。シリーズは他にもいくつかの AI があって、今見えてるこれがリングボット DEPS っていう 3D カメラのデータをもとに AI を使ってもっと正確なディテクションをするデモンストレーションです。今画面には色付きの RGB のカメラデータと、その隣に DEPS のデータ、この DEPS データだいぶガタガタしてると思うんですけど、このリングボット、DEPS をかますと物の形がしっかり取れる、そういうオブジェクトディテクションができます。でこのオブジェクトディテクション、今見てる通りこの 3D カメラの状態からこの透明な、箱を見たときに、この透明な箱がちゃんと箱だってことが分かる、中身のものが見えないようになっている。この状態で箱をこうやって持ち上げるとちゃんとオブジェクトの状態が見えるようになっている。つまり半透明な箱でも物としてあると、その物をちゃんと認識してピタッと見えないようになる、そういう半透明のものでもちゃんと認識できるっていうオブジェクトディテクションができてます。これも、同じこのロビーアントっていう会社が作ってる、カメラはオルンベックのカメラを使っているロボットの物体認識の時に半透明のものに弱いのが、そうではなくなると。でしかも今ちょっと動きを見てると完全にリアルタイムではない、 0. 何秒か遅れるけれども、でもそれなりのスピードで走っている、そういう風なものが見れます。同じアントグループのリングボットシリーズの、ビデオで、これは、その MOE っていうフレームワークを理解するために作ったロボットとはあんまり関係ない、これまである、AI のビデオ生成に比べて3倍効率が高いというビデオ生成ではあります。そういうビデオ生成をまず作った。でビデオ生成ができるようになったら、その技術を応用して作ったのがこのリングボットワールド 2.0 の 3D の奥行きがあるオブジェクトがあるデプスデータをデプスがあるワールドモデルをちゃんとゼロから自分たちで、作っている。で今はまだそういうその当たり判定がある当たり判定がある、物理法則があるそういうワールドモデルを、作れたっていうところが先なんだけれども、何年か先だったらこれを元にしてロボットの学習とかに使えるようになるかもしれない、そういうようなことをデモしています。さらに会場の2階では小学校、中学校、高校とあと競技の内容も男子理科に分かれたロボット大会やってます。すごい櫓みたいに巨大に伸びる、これ高校生が作るロボットです。ちょっとアメリカのファーストみたいな競技にちょっと似てる。でロボットの筐体はこれベックスロボティクスっていうアメリカの会社のなんかレゴのパクリみたいな穴を作ってる会社のワンオフですね。どこのグループも同じベックスのキットを使って、でも機構はそれぞれ自分たちで作って、でリモコンで大会やってますね。そうですかね、リモコンでこういうロボット競技やってますね。競技自体はファーストのインターナショナルイノベーションコンテストっていうものらしいですね。2チームがそれぞれ2台ずつのロボットを作って戦う。レギュレーションのやつがご覧になってますね。射出で床に置いてあるものを多分拾って、で段の上に物を投げ込む、そういうちょっと日本のロボコンにも似てる、そういうタイプのコンテストが行われています。始まりました。そうですね、2チーム
それぞれ2台ずつのロボットを作って、そのロボットすごい飛行的に櫓みたいに上に上がったりするんですよ。でどういう競技ルールなんだこれ。多分その今地面に転がっているこういう三角コーナー的なものを相手を邪魔をしながら積み上げたら勝ちなのかな。そういうロボット競技ロボット競技すごいいろんなものが行われていますね。これ多分小学生の競技でちょっとピタゴラスイッチ的なメカを作るやつ、これもなんかものすごい数の参加者がいます。何個もある大会で賞を取ったチームはそれぞれこんな風に、これ暗記賞のチームですね。記念写真を撮っていて、こちらではなんか人型的なロボットが、これあれかな、難しいコースを頑張ってくぐるとかそういうやつからやってますね。向こうではこういうなんかピタゴラスイッチ的なものを抜けるタイプの、これ AI チャレンジという名前がついてるので多分何かしらの AI が必要とされるやつなんでしょう。これはあれですね、ブレインマシンインターフェースですね。そういうそのブレインマシンインターフェース、限定のロボットコンテストもありそうです。今日も土曜日の午後なのでいろんな大会が終わりつつありますが、下でやってるその出来上がったスタートアップの、ショーだけじゃなくて、こういうふうに今からロボットを作る子どもたちが集まってちゃんと大会になってて、そこにものすごい数の人がこう参加してるし興味示してる人も多いっていうところがこの世界ロボット大会のすごいいいところだなというふうには思います。明日からロボット運動会が始まるので楽しみにしてます。ニコギ新鮮、ポッドキャスト、ニコギ新鮮のフィールドノート、これからも世界のいろんなところからものづくりの最先端を配信していきます。どうもありがとうございました。